大胸筋の発達を最大化する5つの強度テクニックについて解説します。安心してください。この5つのテクニックをすべて1回のトレーニングでやる必要はありません。さて、多くのトレーニーが胸のトレーニングに取り組んでいます。しかし現実はどうでしょうか？ベンチプレスのセットを決めて毎週きっちりやっているのに、大胸筋が熱くならない。胸がスカスカで、腕や肩ばかりが発達してしまう。そんな悩みを抱えている人が、実は全体の 99% を占めていると言っても過言ではありません。では、なぜ大胸筋は思うように成長しないのか？その理由は大きく3つに分けられます。1つ目は、刺激が分散していること。大胸筋ではなく三角筋前部や上腕三頭筋が仕事を奪ってしまい、ターゲット筋に刺激が入らない。2つ目は強度不足。同じ重量、同じレップ数、同じ種目をただ繰り返しているだけでは、筋肉は刺激に慣れてしまい成長が止まります。3つ目は、可動域と筋繊維の特性を理解していない。大胸筋は扇状に広がり、上部、中部、下部で異なる動きを持っています。この構造を理解せずにトレーニングしても、効率的に刺激を届けることはできません。4つ目は、この動画のチャンネル登録をしないこと。今回の内容は上級者向けのテクニックで、基本的なトレーニングのやり方をマスターしている人向けになります。トレーニングの正しいフォーム、負荷設定の仕方等は過去の動画で解説してますので、皆さんの大切な時間とお金と努力を無駄にしないために、ぜひチャンネル登録をお願いします。大胸筋の構造と働きについて見ていきましょう。大胸筋は胸郭の前面を覆う大きな扇状の筋肉です。主に3つの部位に分けられます。大胸筋上部、鎖骨部、鎖骨から上腕骨に付着し、腕を斜め上に押し出す動作に関与。インクラインプレスなどで強く働きます。大胸筋中部、胸骨部、胸骨から上腕骨に付着し、腕を前方に押し出す動作を担当。フラットベンチの動作で強調されます。大胸筋下部、腹部、肋骨や腹直筋小から上腕骨に付着し、腕を斜め下に押し込む動作に関与。レクラインプレスやディップスで働きます。大胸筋の主な作用は、肩関節の水平内転、内旋、屈曲など。言い換えると、腕を体の中心に引き寄せる動き全般で働く筋肉です。この構造と機能を理解しておくことで、これから解説する強度テクニックを最大限に活用できます。お待たせしました。それでは、5つの強度テクニックを見ていきましょう。1つ目はドロップセット法です。ドロップセット法とは、限界まで行った後に重量を下げて、再び限界まで繰り返す方法です。これにより、通常では到達できないレベルまで筋繊維を動員できます。ダンベルフラットベンチプレスを例に見ていきましょう。ダンベルフラットベンチプレスを通常の重量で限界まで行う。すぐにダンベルを20から 30% 軽くして、再び限界までプレス。これを2から3段階繰り返す。生理学的根拠は、筋肉の活動はサイズの原理に支配されます。高重量でのトレーニングでは側筋繊維、タイプ 2B 繊維が動員されますが、疲労によって使えなくなると、通常ならセットを終了してしまいます。しかし重量を下げれば、中枢神経は再び残っている筋繊維、タイプ 2A またはタイプ1繊維を動員せざるを得ません。結果として、多くの筋繊維を使い切ることができます。また筋肥大は1週間あたりのトレーニングボリュームと比例することが知られています。通常のセット終了時にドロップセットを追加することにより、このトレーニングボリュームを稼ぐことができるのです。そして筋肥大に必要な刺激、ストレスは、メカニカル、機械的、ストレスとメタボリック、代謝、ストレスと言われています。したがってドロップセット法は、主に神経系と代謝ストレスを刺激するテクニックと言っても良いでしょう。注意点は、通常のセット終了時に追加すること、最初からドロップセットをやってしまうと疲労により重量と回数が下がるので、結果的にトレーニングボリュームが下がります。インターバルを取らずにすぐ重量を下げること、オーバートレーニングにならないよう、週に1から2回までに制限することです。2つ目は、レストポーズ法です。レストポーズ法は、限界まで行った後に短時間、5から10秒の休憩を挟み、再び限界まで行う方法です。ダンベルインクラインプレスを例に見ていきましょう。ダンベルインクラインプレスを通常通り行い、限界まで押す。5から10秒程度休憩。
再び同じ重量で数レップ追加。これを2から3回繰り返す。生理学的根拠は、短い休憩を入れることで ATP-PC 系エネルギーが部分的に回復し、再び高強度を発揮できます。通常のセット法では刺激できない筋繊維を分割的に動員できるのです。また筋肥大は1週間あたりのトレーニングボリュームと比例することが知られています。反復限界が来たら終了してしまう通常のセット法以上にトレーニングボリュームを高く保つことができます。したがってレストポーズ法は主に代謝ストレスを刺激するテクニックと言っても良いでしょう。注意点は重量はやや高めに設定します。レスト時間を長く取りすぎると通常のセット法と変わらなくなるので注意しましょう。3つ目はネガティブトレーニング法です。ネガティブトレーニングとは筋肉が引き伸ばされながら力を発揮する局面、エキセントリック収縮を強調する方法です。ダンベルフライを例に見ていきましょう。ダンベルフライを行い、下ろす動作に5から6秒かける。上げる動作は補助を使っても良い。限界まで繰り返す。生理学的根拠は、エキセントリック収縮では、コンセントリック収縮よりも大きな筋力を発揮できます。したがってコンセントリック収縮が限界に達しても、エキセントリック収縮の力はまだ発揮できる状態にあります。ネガティブトレーニングはこのエキセントリック収縮に残されたエネルギーを使い果たすことができると同時に、トレーニングボリュームを増やすことにつながります。またエキセントリック収縮により筋繊維の微細損傷が強く起こり、これが修復、超回復を通じて筋肥大を促進します。したがってレストポーズ法は主にメカニカルストレスを刺激するテクニックと言っても良いでしょう。注意点は肩関節に大きな負担がかかるためウォームアップを十分に行いましょう。ネガティブに集中する分回数は少なく設定しましょう。4つ目はショートレングスパーシャル法です。これは標的とする筋肉の長さを短く抑えるように可動域を制限するやり方です。可動域を制限する代わりに重量を通常よりも重く設定します。ダンベルベンチプレスを例に見ていきましょう。ダンベルベンチプレスで肘が120度から90度以上曲がらない範囲で押す。常にトップ付近の収縮を意識して動作する。生理学的根拠は通常の可動域のトレーニングでは扱えない重量を扱うことで神経系の興奮水準を高められます。これにより神経系の改善を促すことができ、筋肉への刺激のマンネリ化を防ぐことができます。したがってショートレングスパーシャル法は主にメカニカルストレスを刺激するテクニックと言っても良いでしょう。注意点は高重量を扱いやすいため反動を使わず丁寧に行いましょう。高重量でのトレーニングは関節に負担が集中するため怪我などに注意しましょう。5つ目はロングレングスパーシャル法です。これはショートレングスパーシャルとは反対に標的とする筋肉の最大伸長域付近で可動域を制限します。インクラインダンベルフライを例に見ていきましょう。インクラインダンベルフライを行い、ボトムポジションの伸ばされた状態で小刻みに動かす。常に大胸筋上部がストレッチされていることを意識。生理学的根拠は筋肉は身長位で最大張力を発揮しやすく、ストレッチ刺激は筋肥大を強力に促進します。最近の研究でもストレッチを伴う負荷が筋肉の長期的成長に大きな影響を与えることが示されています。したがってロングレングスパーシャル法は主にメカニカルストレスを刺激するテクニックと言っても良いでしょう。注意点は肩関節や腱に過剰な負荷がかからないよう可動域を調整しましょう。特に疲労が溜まっている時は無理に深く下ろさないようにしましょう。まとめです。大胸筋を成長させるにはセットをこなすだけでは足りません。正しいセットの組み方については過去の動画をご覧ください。今回紹介した5つの強度テクニック、ドロップセット法、レストポーズ法、ネガティブトレーニング法、ショートレングスパーシャル法、ロングレングスパーシャル法、これらを適切に使い分けることでトレーニングボリューム、メカニカルストレス、代謝ストレスをコントロールしてください。これによって 99% の人が停滞している壁を突破できることを祈ってます。ぜひ次の胸トレから強度テクニックを試してみてください。いかがでしたか？コメントなどをいただけると大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。